ってほしい。ちょっと手が痛い。緩めないように。あ、すごい。画面テレビってます。頑張れ。すごいのが上がるかもしれない。すごいでかいのかな。すごいですね。変わってくれたら嬉しい。そう。頑張れ。頑張れ。みんなのせい。いよいよ港を出ましたが、今日はどんな釣りになりそうですか。やっぱりお正月の鯛を皆さんにめでたく釣ってもらう、そんな一日になったらいいですね。お正月元旦の鯛なんかって本当縁起がいいですよね、これはね。そうですね。コンディション的にはどうなんですか、今日は。コンディションはね、ちょっと風があるんで釣りにくいかもしれないですし、若干水温が低いので、ただ水温低い分魚は美味しくなってますんでね、ぜひ釣ってもらいたいですね。楽しみですね。今日はのつくんが4人のお客さん、皆さんガチ勢だからということなんですけど、ガチ、どういう人たちをガチ勢と言いますか。釣りに心底のめり込んで時間を忘れて没頭できる人たちがガチ勢じゃないですかね。じゃあもう元旦2026の一番最初はこのガチ勢の皆さんががっつり釣ってくれるものと。そうですね、頑張ってやってもらいましょう。楽しみですね。元旦だいぶ空が明るくなってきました。今日まずは何島のあたりに行くんですか。ここはね、野忽沖ですね。野忽沖。ちょうどね、本線航路で大きな船が通る航路の近くになります。もうそろそろ日の出になるんかな。ちょっと雲が残念な感じかな。ちょっと初日の出が雲で見えないかも。のつくんは毎年この元旦は出港が多いですか。そうですね、今日ご乗船いただいてる方がいつも。じゃあもう元旦チームの皆さんが釣れればいいんですけどね、今日も。まずはこの辺りですが。そうですね、この辺からちょっと準備していきましょう。初日の出は見えるでしょうか。狙ってみてください。今案内されてましたけど、これはどういうことを言ってたんですか、今は。今のまず水深ですよね。水深がこうじゃ出て今78メーターと9メーターで、これが餌なんですけど、餌がこうやって映ってるよっていうの。これ何なんですか、実際この餌っていうのは。今ね、これ浮いてるんでね、これ多分ね、イワシ系だと思うんですけど、その時々によってね、これがちっちゃなイカだったりとか、いろいろ変わってくるんですけど、これがその下から20メーターぐらいのところにいるということなんですか。そうです、そうです。ちょうどこういう空間があるところにマダイがいてくれたらいいなと。まだちょっと早朝なんでね、これからですけど。電動いいですね。やっぱ楽ですか、電動は。力がない。いや。電動とその手動それぞれなんか利点みたいなのあるんですか。電動のいいとこっていうのは。電動のいいところはもう圧倒的に回収が楽ですね。回収上げてくださいって言って、もうリールが勝手に巻いてくれるんで。特にこういうね、ディープ、深幅ですね、やるときは回収がしんどいので。じゃあとにかくもうやっぱ一番利点は楽であるという。回収が楽な。ただデメリットとしては、どうしてもリールのサイズが大きくなるので、あとなんていうかな、コード、バッテリーへつなぐコードとかがあるので、リールが重たくて取り回しがちょっとそういうコード類があるので、慣れないとちょっと邪魔かなっていうところもありますね。見えてきました。
初日の出。2026年初日の出です。瀬戸内海。今はやっぱりスピードの方がいいんでしょ。ゆっくり。ゆっくりがいい。ゆっくりでショートバイトがあったらさらにゆっくり。当たりがないと。誰が集まんとやる気にならんよ。でも誰かがヒットすることが全てをこうね打破する。そう僕を楽にしてやっぱそれの時はやっぱね船頭さんとしてはなかなかちょっとあれですよね。まあね、そうですね。でもそればっかりはどうしようもないところもあるし、なかなかまあでも大丈夫でしょう、ね、まあ104。だから何回乗っても何年やっても読めないですから、読めないです。読めない。だから面白いんですけどね。チャンネルスタートしたばっかりですからね。記念すべき、ね、そうなんですよ。チャンネルスタートの日になんか綺麗な大河見たいですね。めでたいで、ね、はい、元旦ですしね。やってくれると思います。徐々に浅くなります。今96。今回これノッツさんのメインの主人公のチャンネルなんですけど、はい、釣り人から見てノッツさんはどんな船頭さんな感じですか？こんな感じ。結構釣らしますよね。ああ、やっぱ釣らせてくれますか？そうですね。結局ね、全然ないもんね。お祭りやろやっぱ。ないや。ああ、こっち早いや。チャンネルの時ちょっとした盛り上がりがあったんでよかったです。そう何もないよ今まで。修行の時間から。修行の時間っていうんですね。修行の時間です。自分を見つめ直す絶好の時間です。おお。さあ。新春一発目。これタイじゃないわ。篠崎さんはさあ連続お願います。そうですよね。ああ、篠崎さんが2026、そしてこのチャンネル第1号ヒットしました。この感じは何が？もう重たいですね。青物か。お、青物。お。はいから絡んどるけね、ちょっと緩めて。オッケー。おー、やったー。でかいのあげたな。やりましたー。このチャンネル第1号、篠崎さん。ね、篠崎さんありがとうございます。おめでとうございます。60やけん。70？ねじろやね。70センチ。ちょっと坊主で帰ること一瞬ちょっとよぎってしまったんですけど、よかったですよ。あ、そうなんですか。僕そんな全く思ってないです。釣れたから強気で言いますけど。よかった。これは。ね、皆さんなんかもう当たりもないみたいなことをねおっしゃってたんで。そうなんですよ。黙っとるだけなんですよ多分。釣りますよ。じゃあ次の巻き上げで上げていただいて終了にしたいと思います。今日も一日ありがとうございました。まあ今日は坊主ではなくてまあ一つ一匹釣れましたけれども、はい、でも全体としてはちょっと低調だったんですかね。そうですね。やっぱね水温が低いせいもあるんかなとは思いますね。
今日はまた午後これからもはいねあるんで第2便をですね。はいなんとかそこではみんなに釣ってもらいたいところですよね。そうですねなんか全員が釣れるっていうのがなんかこう船としては幸せですよね。ですね全員安打いやーまたじゃあこの後も楽しみにしてます。はい第2ラウンド頑張りましょうはい、ありがとうございます。今日のね夕方ぐらいからちょっとずつ風が多分うんちょっとまあ海上状況見ながらポイントも考えながら、まあ大体日没ぐらいで、つこうかなと思ってます。はい、はい、ありがとうございます。はい。これのつさんなんでのつくんってチャンネルなんですけど、これのつくんの船はどうやって知ったんですか？なんかインターネットで調べて、はい Google の皆さんどちらから来られて？私たちは、まあ、東京のでもみんな東京あ、まあ埼玉埼玉の川口とか。いやーなんでまたこちらにというかなんでまた大変なんですけど。お母さんっていうのは私の妻が松山出身。まあもともとゆかりで縁が多島ということですね。帰省できて、去年の1月に帰った時に釣りをしようかと思ってたんですけど、あらかじめ予約してなかったので今年が行こうということで娘が調べて。あ、そうなんですね。何人ご飯ですか？はい、大丈夫ですか？8人。すごい。バッテリープラスでいいです。おお。はい、そしたらね、今から乗船していくんですけど、今つけていただいたライフジャケット、こちらに関しては今から帰ってくるまでしっかり着用しておいてください。で、こちらのライフジャケットに関しては万が一落水、海に落ちちゃったよという時に中にセンサーがあって、ガスボンベがあってセンサーが感知したらガスが爆発して首の周りに、浮き輪が出てきます。それで浮かぶようになってます。で、浮き輪が出てきた右側には、自分の居場所を知らせるためのホイッスルがついてますから、一応頭の片隅にそういうのがあるよということだけで、今から出港していくんですけど、まずは乗船していただいて釣り方の説明させていただいて、その後出港していきます。今日の天候、今は、風だいぶ落ち着いてるんですけど、夕方にかけて若干風波が出る予定になってるんで、状況を見ながらで、今日はもうチャーターなんで、もし気分悪くなったよとか、ちょっともう帰りたくなったよとかあったら早めに言ってください。そこは対応させてもらいます。皆さんお手洗いは大丈夫ですか？はい。はい。じゃあ今から船の方行きましょう。はい。はい。楽しみだね。皆さん釣りはちょこちょこされるんですか？時々。あ、じゃあなおさら楽しみですね。それはね。アジだけは。あ、アジね。はいはいはい。ここからでも井上になりますから。ここ間空いてますか？8人分か。頑張って釣らんてかな。それめちゃくちゃ大きいのもね釣ってもらってね。おばあちゃんが調理師免許を持っていて魚さばけるんですよ。ガチですね。じゃあすごいそれは。ダメだったら坊主だったらそのまま回転寿司屋さん回転寿司屋さんも予約とかの入れんかもしれない。釣れなかったら早めに言われて。OK。そしたらね、釣り方説明していきます。今日行うのがタイラバっていう釣り方で、このゴムラバーでタイを釣るのでタイラバって言います。簡単な仕掛けで重りとこのゴム、そのゴムの中に針がありますよという仕掛けで、この重りはねこう誘導しきって動くようになってます。で、まずはこの重りを海底まで落としていきます。で、海底までトーンってついたらラバーは彼に後からついてきます。で、トーンってついた時点でリールを回してもらうとラバーがこう吸い込まれていって重りと一緒に上がっていきます。で、タイは上がっていく時に下から食ってきます。はい。で、今日はね、だいぶ水温が低いので、一気にこの針まで来なくて、この辺りからハムハムしていきます。はい。で、その時に、この巻き上げ速度を、ちょっとゆっくりにしてやると上にまで来やすい。ずーっと一定で巻き寄って、なんか違和感あるなと思ったらちょっとゆっくりにしてやる。そうするとここまで来ると勝手に反転って言って頭下向けてくれて、口元どっかにかかります。はい。なのでいわゆるね魚釣りでこう合わすっていう動作、これは必要ないというかしない方がいいです。はい。もう単純に重りを落とす、ついたら巻く、
当たりがあってもなくても同じ速度でずっと巻き続ける、これだけです。はい、まずは仕掛けの、特性というのはそういう感じで、針がねさっき見たようにこの中にあるので、重りより下は持たないように必ず重りより上を持ってください。で各釣り座に竿受け仕掛け入れあります。シルバーが竿入れ、赤色が仕掛け入れになります。こんな感じで、はい、でじゃあこの竿なんですけど、まず持ち方が後ろ、この突起があります。ここに小指と薬指で、中指でリールの真ん中ぐらいを支えてやって、くるっと回して竿の後ろを左脇に抱える、これが基本姿勢で、海上では基本的に水面とこの竿が水平状態ぐらいで扱ってください。下げすぎたり上げすぎたりしないで、この状態で、巻いたり落としたり、魚がかかっても極力この状態を保つ感じでやってみてください。ただ普段の生活でこういう持ち方って多分なかなかしないで、疲れてきます。疲れてきたらね、簡単な持ち方はね、ピストルバンバンってこう打つような、これでもいいです。これでこうやるのもありです。ただね、ちょっと手首の返りがこっちの方が返りやすくなるんで、手首がしんどくなります。なのでこうやったりこうやったり、もうその時でやりやすいように。はい、じゃあいざこれを仕掛けを落としていきますよと。今これ落ちません。どうやって落とすかっていうと、この真ん中にシルバーのバーがあります。これをカチッとすると落ちていきます。で、リールを回すとロックがかかって仕掛けがこう負ける状態になります。こうで仕掛けを落としていく時にこの真ん中のバーをカチッとするんだけど、何もせずにフリーで落としちゃうと、ここの中のドラムが空転して糸が絡んじゃいます。じゃあどうするかっていうと、親指の先、親指の腹でちょっと触っとく。触っとってこうスーッと出ていくのが分かる状態だったら止まったのも分かりやすいし、ライントラブルも少なくなります。なので必ず親指で軽く押さえながら落としてください。ここまで OK かな。はい、はい、であとはね、ここ、デジタルがあって水深が出るようになってます。自分がここの船から落とした時に何メーターで止まったかなっていうのが分かります。で50なら50、60なら60で出るんだけど、止まったら巻き始める。で巻くのがどれくらい巻くのっていうと、その止まった数字から10メーター巻いてください。50メーターだったら40まで、60メーターだったら50まで。これを必ず着底から下から10メーター巻いてください。でじゃあ巻くスピードってどれくらいで巻くのというと、このリールはね、巻いてる時だけここの左側スピードって書いてあるところの上にスピードが出ます。今から巻いてみるとスピードが出るの分かります？はい、1とか2とか3とか出るんですけど、最近はだいたい2とか3とか下につきました、巻き始めます。10メーター巻くのをスピードが2か3ぐらいで巻いていく。10メーター巻いて何もなかったら上まで上げるんじゃなくて、その10メーター巻いたとこからまた落とす。仕掛けは常に下から10メーターばっかりを行ったり来たりします。ここだけでいいわけでもないんですね。そうです。毎回上げていくとね、タイムロスになりますし、タイは結局下の方にいる状態になりますから。はい、そんな感じで、はい、あとはね、魚が来たら分かります。ぐんぐんぐんってなるんで、はい、その時に大体皆さんあって止めちゃうんですよ。巻き寄ってスピード2、3でやるよ、ぐんぐんってきたらで止まったらかからないですよ。なのでそこはもう平常心で、当たりがあっても来とると思いながらそのまま巻き続ける。はい、これが皆さんは多分最初はやっちゃうんですけど、はい、わかりました。これくらいで重りの上をキャッチした後、竿受けに入れて仕掛け入れに入れると、これが一連の流れになります。はい、はい、ここまで大丈夫かな。はい、はい、じゃああとは実践でやってみましょう。はい、じゃあ今から出航準備します。はい、お願いします。ね、でも最初は本当ね、クルージング気分で気持ちいいですよ。すごい。ここね。はい。はい、足りますよ。はい、よろしくお願いします。はい、チーズ。もう一枚。はい、チーズ。でね、うちのブログ用にも撮らさせてもらっていいかな。はい、はい、はい、足ります。はい、チー
ーズ。もう一枚。はい、チーズ。オッケー。そしたらね、釣り座っていうんだけど、釣る場所。前左右2人、後ろ左右2人。今それぞれの場所に竿とリールセットしてますんで、お好きな場所で準備しておいてください。まだ仕掛けは入れずに、今から釣れる準備してますから、自分の好きな場所に釣ってみてください。はい、じゃあお待たせしました。ここからやっていきましょうね。ぜひ今日の晩ご飯を皆さん頑張って釣りましょう。はい、じゃあね、準備できた人から、仕掛け下に落としてもらって大丈夫ですよ。水深がね、65メーターからスタートになります。小指がかかる。そう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 。で、左脇で抱えて。はい。いらっしゃい。そう、で、親指の腹で軽くスーッと出る程度。もっともっとスーッと出る。もう触れる程度。オッケーオッケー。で、止まるまで。で、止まったら、ハンドル向こう側にしたら負けるから、で、下から10メーター。スピードが2か3ぐらい。で、ここね、結構揺れると怖いから、ここに体つけとったら楽です。してみましょう。ちょっと足元でロックしましょう。クーラーを僕がちょっと前に行きますね。68メーターです。なんか引いてるかも。うん。これ引いてます。そのまま巻いていきましょう。ほほ。引いてるかな？どうかな？引いてるかも。どう？生命感ありますか？引いてるか引っかかってるか、何かがある気がします。じゃあ上まで巻いていいですか？一回巻いてみましょう。音がしだすとだいぶ違う。どうしたらいいですか？硬いです。なんかいます。こっちと引っかかったよね。引っかかったる。そういうことか。それからすいません。何がかかってるのかな。同じことが。その前はね、向こうは当たってたけどね。間違いなく。お父さんが連れて。こうもね。いや。リリースで。リリースか。はい、離します。もう一回入れましょう。なんとなく慣れてきました。全然わかんないです。何？お、すご。すご。ナイスでーす。お父さんすごい。ちょっと糸を出してもらっていい？すげえ。早速。はい。すごい。おめでとうございます。すごい。なんで先引っかかってあれで。最初の当たりで多分食っとったんです。どどうなんすか、ジュンス。これ午前中あんだけ来るんですかね。すごい、相当かなりやり込んだ人たちが4人長時間やっても釣れなかったのに。ほとんどしたことない。人流し目です。すごい。人流し目で。すごい。ね。綺麗に取れるようにします。この感じだとなんか連れていくんじゃないですか、皆さん。なんかね。凌介大きいよ、見て。皆さんのご飯ができます。ね、タイの刺身が。おー、すごい。ありがとうございます。すごいな。すごい。ビギナーズラックみたいな。いや、すごい。まだ生きてるタイで、これをね、まずは楽にしてあげるために脳をお願いします。はい。いいですか？ここに脳があるんで。ごめんね。これでとりあえず楽になって、でまだ心臓動いてます。この状態で今度ね、神経を締めていきます。今こういう綺麗な色してます。これ神経締めるとどうなるかっていうのをちょっと見てもらったら、今ピクって入ったら神経の穴に入りました。でここから入れていきますよ。シューッというと色がちょっとなんていうかな、青ざめるというか、表面がスーッと。これはなんでするかっていうと、死後硬直を遅らせれます。だから釣れたてのピチピチの、鮮度のいい状態を保てれますよと。でまだ心臓動いてるので、この状態で、血抜き
っていうのをします。まあ綺麗なこのエラの色。スーパーで見るような魚はここはね、赤黒くなってますけど。チーム今こっちが出る。おお。でこれを海水の中で除去していきます。最初に脳天と神経を締めてるので、もう魚は暴れない。暴れるとね、どうしても身が負担がかかる、ストレスがかかって、すごいね。はい、こういう感じで持って帰ると、この身がふにゃふにゃのまま持って帰れます。ってなると、刺身にした時にプリプリな状態になりました。ね、ご家族に最初にこんないい体験ができてよかったですよ、これね。そうですよね。私も一安心です。やっぱりね、一匹釣れるだけでね、全員が盛り上がることができるのがこのファミリーフィッシングのね、いいところで。また釣ってね、家持って帰って食べる楽しみもね、ご家族でできるから。いや朝ね、あれだけベテランたちがずっと時間かけてもタイが釣れなかったところが、こうやってファミリーがすぐ釣りってなかなかね、分かんないですよね。奥が深いです。まあでも前半の方々がいたから、僕もポイント選定とか流し方とかっていうところを参考に、5分ぐらいで釣れてたの。まあ良かったです。そのままゆっくり。ナイス。来た。すごい。そのままゆっくりですよ。同じ速度で巻いていきましょう。やりました。これで焦らず、引いてる。おお。重いですよ、結構。結構重いですね。すごい。持ってるご家族ですね。すごいですね。素晴らしい。ね。最初8人分作らんといかん。そう、本当。これまずいかなと思ったけど、この調子なら。8人分いけそうですね、なんかね。すごい。頑張れ。お、近づいてきたかな。お、見えてきた。あ、はい。はい、タイです。おお。ストップもいいです。おお。ありがとうございます。すごい。おめでとうございます。初めてのタイ。はい、初めてタイ釣りました。釣り自体。もう初めてです。じゃあ、最初のゲットしたものがマダイ、綺麗なマダイ。いいですね。おお、ありがとうございます。ブログ用にも。あ、はい。ここでストップで。はい。手離しますね。はい。オッケー、ナイスです。ありがとうございます。素晴らしい。2匹目。ねえ、すごいな。釣りは何度か。初めてです。あ、でも1回だけなんか夏に行ったことあったんですけど、江ノ島の方に。夏だから全然釣れなくて。じゃあ、なんとかここで釣って。55メーター。はい。そうですね。釣りたいですね。ちなみに昨日はね、東京から帰省の親子2人、お父さんと小学5年生の女の子乗っていただいて、お嬢さんはね、46センチのマダイ、すお父さんはごい。 50センチのタイ。すごい。帰っていただきましたんで、まだまだチャンスありますからね、みんなで頑張ってやりましょう。やります。こうやってあまりね、普段釣りをされない、ね、皆さんが喜んでくれたら、これは戦闘冥利につきですよね。やっぱり笑顔を見れると最高ですね。どうしたらいいんだろう、もう。でかい、頑張れ。重いけど頑張れ。そのままゆっくり巻きましょう。ちょっと絡んだいから他にかけておきますよ。ちょっと大きそう。涼介変わってくれない。
変わってほしい。ちょっと手が痛い。陽介変わってくれませんか？オッケー、じゃあそれああ、ちょっともう手が痛い。すごい引っ張られてる。すごい引っ張られてる。緩めないように、緩めないように。お願いします。よし。すごい、すごい。すごい引っ張られてる。でかいよね、これ。おお、でかい。兄弟にバトンおお、タッチ。すごい。これでかいよ。ねゆっくりでよくて、テンションだけ抜かない。ずっとゆっくり巻き続ける。で、竿はできるだけ水平状態。あんまり乗されない。そう。いいよ。いい感じ。これは大きいよ。なんかさっきから巻いてるのにどんどん距離数が伸びて大丈夫。る。人が切れないようにね、出しようね。え、これもしかしてこっち？あ、ここにも。いや、気にせず行きましょこの糸がこんなに重いわけじゃない。よかった。大丈夫。すごい引っ張る。そうだよね。引っ張られてる。頑張れ。頑張れ。兄弟2人で。これはでかいよ。すごい引っ張られて、また距離がどんどん伸びてっちゃってる。大丈夫。切れないようにどんどん。竿を乗されすぎないね。急激に上げない。そう、いいよ。すごい重いこれ。大物な気はする。頑張れ。長時間かかるけど。フグじゃないといいな。ね、でもブリとかだと嬉しい。ね、いや、その可能性がこれだけ大きいとすごい。あとどれぐらい？まだ60とかどんどん。あ、でもちょっとずつ連れてくる。ね、魚が少しずつ弱ってその間に少しずつ寄せる。絶対無理だ。手が痛い。でもね、かけるのは素晴らしい。すごい。いや、見よったら相当上手よ。すごい。初めてなんだけど。ね、これ1回目流して最初ね、半信半疑でやって2回目で釣ったんだよ。で3回目ぐらいからめっちゃうまくなってきて。頑張れ。さあ、みんなの期待をここに集めてます。そのまま上げときましょう。話はこれだけ。もう巻いて上げときましょう。魚が下でぐるぐる泳いじゃうとかかっちゃうと、これちょっと大きいので。楽しみだ。じゃあお母さんにビデオ通話してあげよう。ね、リアル生配信してあげる。おー、すごい。すごい引っ張ってる。でもこれだけ走るところはもしかしたらハマチとか。なんかね、涼介に変わった。私は引っ掛けるのがうますぎるらしい。で、涼介が今、もうタイ1匹釣れて、で引っ掛けるのが甘くて2匹目なんだけど、2匹目でかすぎて涼介に変わってあげた。もう無理すぎて。今涼介が頑張ってぐるぐるしてる。今合計何匹？今2匹。で今3匹目を。お父さん1匹、私が1匹引いて、で今1匹引っかかってて、今それを涼介がぐるぐる回して、重すぎてもう無理だから、多分相当でかい。お父さん、私送ったじゃん。で合計3匹なの今3匹目を涼介が頑張ってる。それはトラン上がるまでは上がらないからね。じゃあちょっと写真送ってもさ。今涼介中継してるんだけど、引いてるとこ。あ、本当？分かった。今見える画面。すごい。画面テレビ通話してる。頑張れ。LINE で。そうなの？今見える？テレビ通ほら。見えない。どうしたの？LINE 開いてないの？LINE開いてる？カメラ出てるよ。出てないよ。なんで？じゃあいいや。じゃあ動画撮るわ。すごい疲れるね、これ。これは頑張れ。でもね、魚だいぶ体力なくなってきてるけん。大丈夫。少しずつ。早々に変わってね、すごいのが上がるかもしれない。なんだろう。サメとかね、なんかね、時々ね、サメとかね、これもね。こんなでかくてサメだったらショックだ。
でも引き方はサメじゃないからね。なんだろうな。さあ何でしょうか。あと5メーター。いやまだまだ50メーターです。50。はい、そうなんだよ。頑張れ。さっきもずっと60度からもう全然引けなかった。そう。でも今真下が60だから10メーターは上がってるから、あでここからはそうは引っかかるとこないんで、もうあとは体力勝負。ー頑張れ。頑張れ。うわー走る走る。元気な魚よね。なんだろブーがつくやつかもしれないね。う。おー。かもしれないね。糸だけ触らないとね。切れちゃう。切れちゃうね。しんどいけど頑張れ。ちょっと慎重にいきましょう。これはあれかな。みんな順番にバトンパスしていって体力そうそうそう温存していくのもありかもしれない。交代しないとしんどいことだ。まだ50メーターだから。でも涼介釣り切りたいよね。できれば。お、これ釣り切ったらすごいね。ワクワクだね。ななかもちょっとやってみる？逃がしたらいけないからやめとこそうだね。そういう意味で言ったら責任重大かもしれないね。やっぱなかなか減らないね。バッて引っ張られ。下10メーター上がったらまた潜ってみたいな。すごいでかいのかな。はい、すごいでかいです。おー、すごいすごいすごいな。だけはある。おお、すごい。よかった、早々に変わって。お、でももうすぐ50まで来るよ。50まで来るけど、ここからまた走るよね。あ、40台いった。お、 40台いった。ああ、走った。あー、また。あ、引っ張られてるね。本当綱引きみたいですね。これはでも絶対あげたいですね。取れ高にもなる。頑張ろう。ね、そうそう。頑張れね、そうそう、これが取れたら。ね、そうそう。使った。タイも釣れて、さらにこの大きなね、魚も釣れて。誰だろうな。ただ、結構真下なんでね。ブリだったらもっと横に、泳ぎ方が違うわけです。はい。じゃあタイですか？にしてはでもこれ粘りすぎるんですよね。変な魚だ。タコじゃないな。誰だ。どうしような、それじゃないといいね。これは8人分取れる魚かもしれない。このだけでかいと。変わる？お。変わる？ああ、変わってくれたら嬉しい。じゃあお父さんにみんなでチームプレーで頑張れ。あ、落ちた。あ、ごめん、落ちない。あんまりね寄りすぎるとね、船が傾くんだ。いいですか。はい。頑張れ。お父さん頑張れ。ペースはこれぐらいでいいですか。もう負けるときに巻いて、それぐらいで。いいね、これ。手首が本当に疲れるし、そう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 。全然違うね。さっきのタイと全然違う。おー。さっきのタイがかかったもんね。よくわかんない。全然これはもう全然違かった。これはすごい魚が上がるかもしれない。こういうの乗ったことないから。何メートルですか。49です。 49、45。あ、でも42まで来た。頑張れ頑張れ。頑張れ、頑張れ、頑張れ。 47。上がりそうや。あ、だいぶ来たんだ。だいぶ来た。涼介が戦ったから。チームで上げる。これぞファミリーフィッシング。素晴らしい。完璧です。頼みますよ。上げてくださいよ。あげたいね。これね、途中でいなくなったら本当。話を。なんか姿だけでも見たいよね。何なのでもちょっと終わってきたかな。お。さっきの涼介の抜けたよりかはだいぶですよね。最後やりたい？
頑張れお父さん。で、お父さん、涼介釣り上げたいかも。うわー走るでしょ。走る。ね、下本当に下にこう潜って。そうなんですよね。真下に潜ろうとするわけですね。潜ろうと。これがね、でもハマチとかだったらもっと横なんですよ。ただタイのような頭を叩くのがないから、コツンコツンが。誰だろう。まあでもでっかいのは間違いない。あと何メートルですか？27ですね。絡まりみたいな人もいるね。切れないようにね。でも20メートル台は来てる。すごい。ちょっと僕が手離しても、この高さを保持してください。私持ちましょうか。糸を触らない。糸触ったら切れます。はい。頑張れで、僕ごめんなさい。網取ってもらって。ありがとうございます。さあ、何でしょうか。フグはこんなに走っていかないんですか。フグはこんなに走れない。19まだね、多分船の下を見るともう一回走ると思うんですよ。でタイだったらもう浮かんでます。50メーターも上がってきたら浮き袋が膨らんで、なので誰？あなたは誰？楽しみだな。すごい。走るな。青物っぽい走りですけどね。釣りだと嬉しいんだけどな。美味しい魚。その可能性も大きいですね。ね、こうやってみんなでやってあげたらなおさら美味しい。やりたいんだって。ちょっと頑張れ今のうちに。あ、なんかすごいな。すごい引きだ。はい、じゃあ今帰りましょう。いいですよ。頑張れ。はい。頑張ろう。ちょっと待って、その赤いの。危ない。爆発してる。これ話すよ。この高さ。よし、頑張れ。引き上げよう。しくじったな。本当に嫌だ。いやでももうちょいですね。お父さんがだいぶ頑張ってあげてくれて。もうすごい引っ張る。魚も命がけなんで。ね、そうですよ。何メートル？に映っとるけど。何メートルまで？今20です。あれが今釣れてる魚の魚影ですね。でかそうやね。20までいっちゃった。引っ張られて。出し方。ここで無理してあげたら切れるんで。すごい持久力戦なんだね。ね、でもこれはでかい。こんなにね、これはでかいですよね。長時間戦うんですね。巻くのに。今本当みんなで釣りの醍醐味を味わってますね。これね。すごい。ちょっとさを前に出して。ちょっと待って。はい。まだ走ると思う。本当いろんな方向に行ってますね。これね。どうしよう、食べれない魚だったら。食べれない魚。食べれる。釣れることあるんですか？サメぐらい。でもサメも食べれますね。サメも食べますね。からし酢味噌みたいなね。あら、30までいっちゃった。あら。こいつ強いな。でもまあ今下68メートルあるから全然大丈夫。でも楽しみやね、これは。変わろうか？でもちょっとずつよ。まだ30だからまだ。さっき15まで来とったので。魚のなんだろうな、体力が多分これ張力は一緒だからずっと引っ張るかどうか。じゃあ魚の気分次第。そこ何なんですか？糸の調整。
あんま強くしすぎると引っ張った時切れちゃうんだけど、切れたらね、もったいないからね。ああ走るな。いいなこれ。すごいな。長いね。体力勝負。だからカジキマグロとか釣る人本当にすごいんだよ。なんか何気に釣ってそうなイメージあったけど。まあそれなりの道具じゃないとできないしね。これはねちょっと想定外のこの道具のキャパオーバーの魚です。ああ。じゃあ折れる可能性も。いや折れはしてない。折れないようにこの糸を今調整してるんだけど。それだけ時間がかかると。そう時間がかかる。計算してリードのことも竿のことも分かってやんなきゃ難しいですね。そう。なんかすごい大物引っ掛けてしまった。ね、大物。これはめちゃくちゃでかいですよ、これは。頑張れ。ね、頑張れ頑張れ。ちょっと変わる？今バレルけん変わる。僕も何度かね乗ってますけど、一番苦戦してますから、これはでかいですね。すごいな。あいやいい。頑張れ頑張れ。あとでも25メートル距離。ねえ、頑張ってあげてほしいな。これがバレたら本当にショック。これは。ダメ、そういうこと言わないで。失礼しました。あ、27。あ、来た。頑張れ。魚がちょっと油断した隙に必死で。負ける時に巻いて、まだ走るけど。こんな巻いてんのにさ、減らないもんね。あ、10台来たよ。お、頑張れ。お。綺麗そうなったら空回りするっていうか、こう糸をリードになるんです。そうです。両方から引っ張ると切りやすいから。頑張ろう。すごい。なんか見るからにすごいな、これ。いや。楽しみ。何メートルぐらい上がったら見えるんですか？10ぐらい。8メーターぐらい。8メーターぐらい。もう関連してきたから。お、いけそうね、行こう行こう。もう来るよ。オッケー。じゃあ動画撮るよ。ゆっくりゆっくり。頑張れ。油断したらいかん。まだ走るって。頑張れ。あ、でももうすぐ1桁台。お。頑張れ頑張れ。何が上がってくるんでしょうか。まだその姿は見えませんが、この竿を見る限りめちゃくちゃ大きそうです。頑張れ。まだそろそろ見えるよ。うん。すごい右に行くね。船の下の方に入って。誰か竿を押さえてた方がいいですか？最後は一人でゆっくり上げれる。もうちょいで上がってみる。あ、僕待ったよ。離すよ。この角度で。よし。最後は。頑張れ頑張れ。頑張れ。頑張ろう。お、僕。お。だいぶ噛んでるじゃん。なんで見えない？もう見えない。なんだろう。4。見えるぞ。3？もうちょい見える。頑張れ。あ、見えた。ハマチ。あ、ハマチ。お。ハマチだ。ブリクラスだな。ブリクラスってそうでかくないですか？でかい。いやいいです。そのまま巻いて。頭をこっちに入れる。もうちょっと触った。おお、見た。でかい。おお。もう巻いたかい。頑張れ。おお。これはすごい。やったー。皆さん。すごい。これ夜ご飯だ。大丈夫だ。これもう。8人分できた。タイとブリとこれで大丈夫ですよ。めちゃくちゃ。やば。すごい。ちょっと測ってみます。なんかすごい。アリエンサイズの動物の森だよ。これはめっちゃすごい。
目が。お母さん電話しよう。お、80超えとるね。お、すごい。ここやけん82、おー、83。83センチ。ブリです。センチ、すごい。ブリが釣れた。ブリ釣れた。すごい、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 すごい。離すよ。あ、重い。離すよ。離すよ。まず、重い重い重いね、写真撮って。ピンって貼ってやる。あー、重い。めっちゃ重い。ね、すごい、すごい立これは派な。すごいよ。あよし、よし。あ、すはい。ごいね。私が釣ったんじゃない。いや、でもね、自分。ヒットさせて、すごいこな。んなの釣れますした。ごい、感想は。嬉しいです。夜ご飯できました。 8人分。 8人分。すごい洋介なも。やる。すごい。いいよいいよ。そこで2人で。ね、まず2人で共同作業。はい、ここ見てね。で、魚をピンってね、頭、そうそうそう、いい感じ。はい、こっち見て。はい、チーズ。もうちょい。はい、チーズ。オッケー。イエーイ。オッケー。はい、どうですか、この釣り上げた感触いや、もは。う疲れましたね。手が、筋肉が。ああ、でもこれは本当の思い出になりますよ、これはね。はすごい、ありがとうございます。いろいろ教えてくれて。すごい。まさに醍醐味を味わった感じですよね。また家族が一丸となってあげれるっていうのがね、いいですよね。いいですよね。本当ね。これがね、乗り合い線だとね、やっぱ隣がね、また別の方だったので、逆に言うと、早くあげろよとかね、なりますけども、これチャーターなんでね、もうみんなが一丸となってあげれるという。これがこうファミリーチャーターのいいところで、そういうところ。そうなんです、そうなんですよ。いやー、みんな楽しめるし。みんな楽しめて。もう玉入れが僕はドキドキしましたけどね。あそこでバラしたらどうしようって。いやー、よかったよかった。素晴らしい。ね。よかった？よかった。すごいすごい。素晴らしい。なんだろう。でも重たい。おお。確実に逃さないように。竿を立てていこう。はい、ナイス。食べやすいサイズの。あ、ちっちゃい。ちっちゃい。素直でよろしい。そうだね。さっきに比べたらね。お父さんの最初の太陽ね、お父さんのめちゃくちゃね、大きかった。すごい、すごい、すごい。おめでとうございます。ありがとうございます。すごい。あれだったら8人分ありますか？まあ、8人分以上ね、あれはね、本イカボンです、イカボン。多分か。でも次からそんなに釣れるとは限らないんです。当。ああ、本当、これは、今日はいい方ですよね。そうそうそう。でかい。いやー、すごい。ね、やっぱりこれでかいですね、これね。おお。5.9キロ。おー、すごい。はい、チーズ。みんなのもうちょい。イエーイ。すごい。で一応門線をしまって神経がうわー、見て、内臓。これは食べれないんですか？胃袋が食べれます。ごま油で塩コショウして炒める。レバニラみたいな。これが胃袋。これはね、食い人しか食べれないんですよ。やったじゃん。日本酒買ってきてパッ。ああ、最高やね。日本酒だったらエンドレスでいけます。やった。希少部位
ホルモンって感じですね、これね。裂いたらもうホルモンみたいなもんです。こう見たらホルモンみたいでしょ。これで持って帰って塩もみしてぬるぬるするんで、で一口サイズに切って塩コショウとごま油で炒めたら炒める。それともう一個珍味が、いやー嬉しいね。今度そのブリの心臓サイズが違う。で、これは美味しいです。これはね、生でもいけます。ごま油と塩で半分の1ます。じゃあこれはちょっと小さいの4人だけで食べて。こっちもコリコリして美味しいし、これをまあこうでもいいし。そうですね。これは4人だけ。珍味です。だってこれ一人で食べてる。リーダーと頭割るのも至難の技ですね、これね。ここまでやってくれたら完璧な。よく見るやつになったでしょ。これをこのまま炊くか、もし煮付け、甘辛く醤油で。ただほとんどね、身はもうこの頭肉だけなんですよ。見栄えはこれの方がいいんだけど、もう食べること考えたらもうここから切ってここ骨だけなんで、でちょっとだけここにほほ肉、あと目のゼラチン、だけどまあこれはこれで持って帰って炊いたらいいと思います。これがすごいな。これうまそう。最高。一応今真水で流しておるんだけど、家帰ってまた水で流してから乾いてもらって。はい、わかりました。よかったね。クーラーで汚してたくない。いやもう全然。この中に内臓とありがとうございます。これは上に置いときます。はい。中入れたらこれいや、ぜひ日本酒と内臓やってください。めっちゃ美味しいんで。よし。また料理の写真。ちょっとじゃあ上までこれ持って上がれる。重たいよ。料理の写真も送ります。はい。ぜひ。それもYouTube とか載せて大丈夫ですか？はい、全然大丈夫です。素晴らしい。はい、じゃあちょっと皆さん上に次ぜひリベンジしてみて。はい、またお待ちしておりますんで。じゃあ本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。気をつけて、はい。ありがとうございました。美味しく食べてください。ね。はい。ありがとうございました。いや、とても素敵なご家族チームですからね。チームプレーで。はい。どうもありがとうございました。またお願いします。いや、とても素敵なファミリーチームでしたね。最高な家族ですね。和気あいあいと。そしてそんな素敵な家族に最高の釣果が。よかったです。これもこの記念すべき元旦、しかもこのチャンネルスタートの日にこんな素敵なことが。できすぎでしたね。これぞ釣りの楽しさですか。そうですね。醍醐味ですね。一日終わって改めて。カメラに向かってメッセージをお願いします。そうですね。2026年今日からスタートですけど、新たな試みのこのね動画配信、今からいろんなことをね試みてやっていきたいと思うんですけど、ぜひ皆さんのお力貸していただいて、サポートいただけると助かります。精一杯、皆さんね楽しんでいただけるように努力しますので、ぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、じゃあここで終了します。ありがとうございました。